球の皆さんごきげんよう。なんですかこれ。あーまずい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 。戦闘下手じゃないですか。このままじゃ神に返され。新しいお札はすべてホログラムにするべき。ということで今回は廃校を探検していきます。廃校探検、それまたなんで？あんた弱いからすぐにやられる予感しかないわ。ねえなんでいきなりそんなこと言うの？だって私は彫刻刀を持ってる。でも巷の持ち物はその使い道のないカード。では探索やっていきましょう。まあ事故らないように頑張ってね。もしかして私一人だけで行くの？そりゃあ好きのはあなただから。そうかつまり一緒についてきてくれるなんて頼もしいわね。なんでこうなるの？さあそれではドキドキワクワク廃校探検の始まり。ところでなんで廃校探検なんて始めたの？それはね、お前を食べるためだよ。ふざけないでください。はい、今回探検する理由はズバリちょっと待ってよスケルケン。タイミングってのがあるでしょ。なんとか神に返せたわね。この調子で私に向かってくる敵は全て神に返してやるわ。返される側にならないといいですね。それで探索理由は？それは簡単に言えば鉱石集めのためよ。本当は村の取引で集めたいところだけど、さすがに鉄とか集めようとしたら近世にいても日が暮れちゃうかなって体力やばいんだけど、有言実行なんてさすがね。さすがに自分の能力で自滅するほどアホじゃないわ。まあそんなわけで最初だけはマイニングで鉱石集めします。はい頑張ってくださいね。でもさ、ブランチマイニングはしないの？それは面倒だからやらないわ。真面目なのか不真面目なのか。まあそんなわけで廃校探検なんて今更見せてもしょうがないのでカット。毒蜘蛛にやられそうになったのは内緒にしてね。ってことで廃校探索の戦利品はこんな感じ。鉄が集まったのは嬉しいけどなんだか地味ね。正直お宝チェストは期待外れだったわ。でも鉄防具一式が揃ったからよしってことにしましょう。これでダサいファッションを晒さなくて済みそうね。何か言った？なんでもないわ。それじゃ次はブランチマイニングをしていくわ。ああ、結局そうなるのね。正直言いましょう。リスクとリターンが割に合わない。私に襲いかかってくる敵がたくさんいるのに、取れる鉱石は大したことのないよ。ほんと誰が廃校なんて探索しようとしたのかしら。そんな奴私が神に返してみせるわ。どこから突っ込めばいい？なので私はスマートにブランチマイニングをしていくわ。でもそのためにはソウルサンドが欲しいからネザーに行くのよ。もうネザーに行っちゃうなんて早いわね。私の手にかかればネザーなんて晩飯前よ。なんだろう心配しかない。行動力だけがあるバカって感じね。そんなことないわよケーキさん。私は常に計画を持って行動しているの。だから私はアイテムロストする計画を立てて持ち物をチェストに預けるわ。そういうところだけはきっちりできてる。でしょ。これで私のファンがまた一人増えたわ。ちょっと何よその効果音。ぴったりだと思って。私のセンスは素晴らしいわ。私にこそその効果音をつけるべきよ。それじゃチャッカマン作ってネザーへレッツゴー。私の計画は完璧。神は素晴らしい場所へ導いてくれるわ。まあ私も神だけど。さあどんなバイオームに出るのか。赤い森はやだ。ソウルサンド渓谷はやだ。お願い青い森にしてお願い。ここは。まさか。なんでよりによってマグマの真上なのよー。よかったじゃん持ってるね。よくないわ。しかも見渡す限りマグマしかないし、これ完全にいじめてきてるでしょ。シード地は外れね。全ロスの計画には最適じゃないですか。ほんと全ロスには最適なシードよ。すべて神に返そうとか思ってたけど、返される側だと気づくのは遅すぎたようね。まあ逆に考えよう。ゲート近くで敵に襲われる心配が限りなく低いと。襲われるイコール全ロス確定演出なのよ。とりあえず一旦戻って考え直すわ。私は考えました。今更オーバーワールドを数千ブロック移動してゲート1を変えるのは面倒だと。なので命がけのゲート囲い作業を開始することを閣議決定しました。これは緊張する作業ね。ちょっとでも足を踏み外したら一巻の終わりよ。絶対に踏み外すんじゃないよ。変にフラグ立てるのやめてもらえる？でもよかったね踏み外してないみたいで。幸い周りが全部マグマで敵がスポーンできないからね。お邪魔虫がいないのがありがたいわ。もしかしてマグマの上って地理的に当たり？精神的には大外れだと思うわ。こんなところに長居していたら絶対寿命が縮みそうね。でも足場はちゃんと作れたんだし、周りに何があるか確認してみよう。周りは全部マグマ。奥にあるのは赤い森のようね。微妙。特に面白いものもないわね。あとあっちにはソウルサンド渓谷。ソウルサンドがたくさん手に入るなら当たりじゃない。あのバイオームは敵が多すぎるから行きたくないわ。じゃあどうするのさ。ずっとここに居座るわけにもいかないし。これはもう、地獄の一本橋を架けようプロジェクトを実行するしかないわね。なんですかこの画像。フォトショップの AI にプロジェクト名を打ち込んだら出てきた画像よ。全く意味がわからないわ。
ということでネザーでの作業は精神的に良くないので、気分転換に取引しに来たわ。それで前回の島流し村に来たと。だから島流し村じゃないって。ところでさ、取引って言っても何を取引するのさ。取引できるものはいろいろあるけど、やっぱり最初は紙と本が取引できる司書さんがいいと思うわ。司書ってことはエンチャント本の取引ってことかな。そうそう。なんだかんだ今後も必要になるのはエンチャント系だと思うし、初めのうちに取引できるようにするべきね。なので、まずは取引に必要なアイテムを村から集めるわ。つまりセットをするんですね。所有権をリセットするだけなので問題ないわ。この本棚も使えるから所有権消滅ね。なんだろう、盗品を取引する市場が誕生する気がする。つまり闇市場が開かれるのね。はっはっは。ここではカモたちと取引して、人儲けしてやるわ。なんて神である私がやるわけないでしょ。それはよかった。でもそのうちやってそうだわ。ちゃんと取引しますからね。最初のお相手はこの司書さんよ。前回の海洋学者は忘れ去られたのね。この島では初めての取引だから。司書ってことはエンチャントの本を買うんですね。そうよ。私は取引するためにマイクラをしてる。だからエンチャントは全て本の取引で行うわ。エンチャントテーブルは使用しないんですか？もちろんそのつもりよ。じゃあ頑張ってね。それと本日最初のモッド紹介。何ですか一体？取引リストをワンクリックでリセットできるモッドを導入しました。実にしょうもないモッドですね。地味に見えるが結構便利。食料ブロックを壊して置き直す手間が減らせるわ。なんかずるいわね。この取引リセットがかなり手間だから許してね。今回は多分1000回くらいリセットしたわね。リセットを何度も繰り返すことで誕生したのがこの修繕の司書さん。エメラルド12個で取引できるんですね。でも今は9個しか持っていないからあと3個集めないとね。そこで行うのが紙の取引。これで必要な数が集まったわ。こうやって取引は地道に行っていくのね。ってことで修繕の本を買いました。毎度ありがとうございます。でも修繕の本なんてまだ使わないでしょ。そうね、これはダイヤモンドのツールを手に入れてから使うわ。なので、ブランチマイニングをします。そういえば忘れてたわ。私も忘れてたから大丈夫。こちら家の近く、これからブランチマイニングを開始いたします。ちょっかぼりしてマグマに落ちないように気をつけてね。私ほどの強運の持ち主ならそんな心配いらないわ。とか言ってますが前回は雨に降られたしネザーの一網外れでしたよ。あれは悪運ではないわ。雨が降ったおかげで虹が出る可能性が出た。ネザーゲートがマグマの上にあったおかげで敵に襲われずに済んだ。何事もプラスに考えればいいのよ。プラスに考えないといけないと思ったってことはやっぱり運が悪いと思ってたんですね。そうよ私はついてないことだらけよ。私の過去は不憫な出来事だらけよ。どうせブランチマイニングでも何かやらかすんだわ。急にマイナス思考にならないで。思ったんだけどプラス思考とマイナス思考があるってことは、虚数に当たる思考もあるのかしらね。つまりそれは愛ですね。何かを愛するということはプラスでもマイナスでもないということ。なるほど愛はそのために存在するのね。人間は面白いこと考えるわ。まあ全部嘘なんですけどね。知ってた。さてさて困りました。どうやら洞窟に繋がってしまったようね。しかもこれ結構大きそうな洞窟じゃないですか。右上の敵の数もすごいことになってるし。敵の処理は後回しにしてまずは穴の壁を作った方が良さそうね。そして色々あって最深部まで穴を掘れました。マグマに落ちなくてよかったですね。これぞプラス思考の力でございます。そして次に行うのは一本橋でヒヤヒヤプロジェクト。地獄の一本橋を架けようプロジェクトじゃなかったの？正直名前なんてどうでもいいわ。大事なのは全ロスするかしないか。動画的には全ロスした方がいいと思いますね。私の精神が終了してしまうから勘弁してね。ってことで無事にソウルサンドを手に入れたわ。ここで気が緩んで戻る時に落ちないようにね。絶対に帰り道で敵が湧きませんように。スケルトンが出てきたら一巻の終わりですよ。ちゃんと湧き潰ししておくべきだったわね。でもよかったちゃんと戻れて。ではこのソウルサンドを使ってエレベーターを作ります。この飛び降りるときはいつもドキドキしますね。これでエレベーターの完成。地上まで早く行くことができるわ。早く行けるって便利よね。はしごよりずっと便利。ところでいつになったらブランチマイニングするんですか？今度こそやりますからね。それではここまで長かったですがやっと採掘するわ。今回狙う鉱石は？それはもうダイヤモンド一択よ。物欲センサーが働いて全然当たらないに一票。司書取引もそうだけどなんで欲しいものって欲しい時に手に入らないのかしらね。やっぱり心に自信があるんですよ。へえ、そんなもんなのかしらね。だからここはレッドストーンが欲しいと思うのです。でもそう思う時はレッドストーンばかり出てくるわ。それもそう。物欲はほどほどにしないといけなさそう。モンスターの皆さんこんにちは。私の活動にちょっと邪魔なので紙に帰ってもらいますね。展開急すぎない？録画データが急にこのシーンだったから仕方ないのです。これは何をしているシーンなのですか？ちょっと鉄が欲しいと思って高さ15くらいに来たんだけど、運悪く鉄が取れる高さがさっきの洞窟だったからモンスター処理に追われているのよ。なんだか面倒だということは分かったわ。やられないように気をつけてね。さすがに全身鉄防具だから大丈夫なはずよ。あらかた片付いたから採掘していくわ。洞窟が大きいおかげで鉱石探しはしやすいですね。でも敵に襲われる心配をしないといけないからブランチマイニングの方がいいわ。それにこの後でブランチマイニングに適したモッドが出てくるからね。そんなモッドがあったんですね。じゃあ早く紹介してくださいよ。その前にダイヤモンドを手に入れてからね。鉄のツルハシをパパッと作って、ダイヤモンドを採掘。一応必要な数は掘れたからよかったわ。このダイヤはツルハシになってもらいます。
あれから1万年が経過して司書さんを増やすことができました。1万年なわけないでしょ。ここにいるのは効率強化中の司書さん。何これ。エンチャントの上限をアップさせるモッドですね。これでブランチマイニングの効率をアップさせるんですか？そうよ。硬い岩でも豆腐のようにサクサク掘れるわ。豆腐はサクサクではないと思うわ。そこには突っ込まないでね。それでここの村には鍛冶屋があるんだけど、なんとかなどこが自然生成されるからこれでエンチャントするわ。バニラだと森の羊羹くらいにしかないから珍しいのかな。珍しいかより鉄が大幅に節約できるのがありがたいわね。というわけでサクサク掘れる斧の完成よ。なんで最初に斧からなんですか？大体最初はツルハシからやってるイメージがあるけど、これにはちゃんとした理由があるわ。どんな理由なんですか？村の建物を解体するためよ。すごいサクサク掘れるけどなんで解体なんてするの？それは村人の管理をしやすくするためよ。何かよからぬことをしてる予感がするわ。だってこの村は建物が狭くて歩きにくいから、解体して歩きやすくするのよ。そんなに歩きにくいんですか？迷いやすいと言うべきかな。建物が全て同じような見た目だから迷っちゃうのよ。なんかそれはわかるかも。知らない街とかに行くと迷子になるやつね。あと初めて見る景色とある程度慣れてから見る景色。同じ景色なはずなのに違って見えるのはなぜなのか。どういうことですか？旅行で同じホテルに3日くらい滞在すると、右も左もわからない1日目と周りのコンビニの場所とか駅からの道のりを覚えた3日目では景色が違って見えるのよ。なんだかさっぱりわからないわ。3日で景色が大きく変わることなんてそんなにないでしょ。まあそうなんだけど、目で見る景色は変わってない。でも頭で感じる景色は変わって見える。そんな感じなのよ。これはいろんな意味で謎が多いですね。話が脱線しちゃったから戻すけど、村の解体はこんな感じになったわ。こうして見るとこの島結構小さかったんですね。よくこんなところに住んでるわこの人たちは。この人たちには後で大陸に移住してもらうわ。と言っても結構先の話になると思うけど、まだまだやることはたくさんありそうね。鉄が生まれる植林所ということで私が育てた市場の勘可愛い村人さんたちです。最初よりも人数が増えてる？この人たちにはたっぷり稼がせてもらったわ。このヤシの人に棒を打ってエメラルドを稼いだの。さっき見た植林場で木を取って棒にしたんだね。そしてそのエメラルドでエンチャントの本を買ったわ。だから持ち物がいつの間にかダイヤになってたんですね。そうよ。このエメラルドがあったからダイヤツールが作れたのよ。どこかの誰かが持っている金色のシャベルよりずっと高性能だわ。それは良かったけど村の方はどうなったの？村の方ね。見た感じ違う建物の中にいるようだけど。外はこんな感じに更地にしたわ。自然破壊ですね。環境整備だから問題ありません。全部道ブロックにしたから湧き潰しは完璧よ。こんな感じで次回も何かしら市場を作っていくのでさようなら。よかったら次回も見てくださいね。今回は雨が降らなかったわね。